は長谷川の72分の1スケールサーブ AJ37 ビゲンの仮組みを行います。ビゲン、一度 LL のキットで取り上げてますね。そうなのだ。 LL 版は1977年発売だから、今回の長谷川版の方がさらに歴史が古く、1968年に登場した非常に初期のビゲンキットなのだ。舞台入り前ですよね。そんな早い段階でキット化されたんですね。その通り。サーブ37ビゲンはサーブ35ドラケンの後継として設計された多用途戦闘機だけど、長谷川はその試作1号機から3号機をベースに金型を作ったと言われているのだ。なるほどね。ところでビゲンにはいろいろなバリエーションがありますよね。そうなのだ。最初に量産された攻撃戦闘機が AJ37 で、その後迎撃戦闘機の JA37、偵察型の SF37、海洋偵察対戦支援の SH37、そして複座練習機の SK37 といった具合に用途ごとにバリエーションが展開されているのだ。ふむふむ。いずれもドラケンで実現した S トール性能をさらに高めるため、デルタ翼を発展させ、先端に小型カナードを追加したスタイルが特徴なのだ。特徴的な分散基地運用の思想を反映した設計ですよね。そうなのだ。高速道路などの簡易な場所からでも運用できる能力が求められていたのだ。でも1968年発売ってまだ量産機が完成してない頃とのことですが、まさにそこが今回の肝なのだ。長谷川版は量産型の AJ37 を再現したキットではなく、戦術通り試作機をモデルにしているのだ。となると量産機と形状が結構違うんじゃ。そうなのだ。特に指摘されやすいのは主翼前縁の形状や腹部に入るベントラルフィンの大きさと形、さらに RWR フェアリングの位置も異なっているとされているのだ。谷は量産機では胴体上部にコブのような盛り上がりが存在するが、試作機はその盛り上がりがなく、よりフラットな背中となっている。ふむふむ。カナードの取り付け角度も違うみたいね。量産機では平行に取り付けるみたい。なるほど。つまり量産ビゲンとは結構違うわけですね。ちなみにタミヤから発売されていた100分の1スケールのビゲンも試作機ベースだったみたいね。後の再販時に金型は修正されてないんですか？そこは残念ながらほぼ手が入っていないようなのだ。長谷川はデカールを変えた限定版を時折リリースしてきたけれど、形状的な修正は行っていないと思われるのだ。だから定番品として残らず限定再販で姿を見る程度なんですかね。ちなみに初期の組み立て説明書には試作1号機から4号機まで作れると記されているのだ。4号機まで作れるのね。ただ資料を深掘りしていくと、4号機あたりから量産機の形状へと改修が進んだという説もあって、長谷川のキットで4号機として組んでしまうと実機とは部分的に異なる可能性があるとも指摘されているのだ。つまり同じ試作機でも細部は結構違うし、説明書通りに作れば正解というわけでもないということですね。そうなのだ。逆に言えば資料を見比べながら作る楽しさがあるキットでもあるのだ。その後はどういったバリエーションが出ているんですか？2007年には SH37 レッドビゲンが発売されたのだ。これは真っ赤なデモ機風のマーキングでモデラー人気が高そうな機体なのだ。ふむふむ。さらに2017年には AJ37 のナチュラルメタルビゲンがリリースされた。一部ケーキパネルを追加しているなどの金型改修はしてるみたい。そうなのね。形状的にはプロトタイプ仕様のままなのだが、マーキング替えとしては魅力的なキットと言えるのだ。 SH37 は海洋偵察任務が中心とはいえ、外観が AJ と大きく変わらないのも採用理由かもしれないですね。おそらくそうなのだ。それで今回のパッケージですが、いつ頃発売されたものなんですか？今回紹介するパッケージは1973年から1981年頃に流通していたパッケージで、付属デカールも試作機仕様になっているのだ。したがって量産 AJ37 として作るというより、素直に試作機として楽しむことを想定した方が良いかもしれない。なるほど。資料が少なかった時代の勢いのあるキット化という背景も踏まえると、時代性込みで楽しむモデルなんですね。そうなのだ。LL とはまた違ったアプローチの初期ビゲンが味わえるキットとしてコレクション的価値もあると思うのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは山脈の上空を飛ぶ2機のビゲンなのだ。背景はスウェーデンの山々くしゃね。手前の機体は試作1号機みたいですね。箱の中身はグレーのランナーが4枚。
透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは4種類、試作1号機、試作2号機、試作3号機、量産機となる。なるほどね。部品点数は全部で68点。古い金型の割に部品点数は結構あるわね。それでは長谷川の72分の1スケールサーブ AJ37 微減の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で2パーツ。操縦席床と座席のみなのだ。操縦桿やケーキパネルはないのね。1987年以降のパッケージからはケーキパネルやケーキデカールが追加されているみたい。パイロットはついているんですね。当然乗っていただいた方が良さそうなのだ。次はエアインテークですね。エアインテークは2個組み立ててそれぞれにパーツ構成なのだ。出来上がりはこんな感じね。次は主翼、カナード、垂直尾翼、胴体なのだ。いわゆる土の字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。金型回収板はケーキパネルもつけるわけね。胴体の貼り合わせが終わったら機種にノーズコーンをつける。胴体左右にはエアインテークも取り付けね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドとなる。この頃の長谷川の標準ですね。主翼はどうでしょうか。主翼は7パーツ構成となる。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。貼り合わせたらパイロンなどを取り付けるのね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなる。表面は直線が多いですね。次はカナードですね。カナードは左右1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。次は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は2パーツ構成。貼り合わせたら胴体に差し込むわけね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースなので操縦席の開閉選択ができない。やや分厚いけども透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右の主脚から。主脚は各4パーツ構成なのだ。タイヤ2個と脚本体、それに主脚ね。さらに胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は4パーツのみ。脚本体とタイヤ2個の構成なのだ。こちらも胴体に取り付けるカバーがありますね。そうなのだ。次はアクセサリー関連ですね。胴体下の中央に増装を取り付けられる。増装はパイロンを含めると3パーツ構成ね。左右主翼下には対艦ミサイルが吊るせるのだ。 RB04E かしらね。最後は細かいパーツなのだ。胴体下に機関砲2門と機種先端に気筒管をつけられる。なるほどね。その他胴体後方にエアブレーキを取り付けられて胴体の上には細かいパーツを4つ接着するわけね。胴体下にはベントラルフィンが取り付けられる。ではここからは総評に入っていくのだ。今回は長谷川の72分の1スケールサーブ AJ37 微減の仮組みレビューをお届けしたのだ。実際に仮組みしてみて全体的な印象はどうでしたか。まずキット自体のパーツの合いは思ったより良好だったのだ。ふむふむ。そのため微減の形にするまでのハードルは低くサクッと形になるのが嬉しいポイントなのだ。古いキットとはいえそこはさすが長谷川って感じね。でも組み立ての際に気になった点はありました。そうなのだ。気になる点としては主翼と胴体の接合部で微妙な隙間が出やすいことなのだ。全体的には合わせは良いんですけどね。そこは仮組みしながらすり合わせを何度も行った方が良さそうなのだ。なるほど。あとやっぱり凸モールドを彫り直したい場合は主翼部分は比較的直線的なラインが多いから作業しやすい印象なのだ。直線だとやりやすいですからね。ただし胴体になると四角や楕円の細かいパネルラインが複雑でこれは彫り直しとなると少し骨が折れそうなのだ。そのまま楽しむか気合を入れて彫り直すかで完成した姿の方向性が変わってきそう。そしてこのキット最大の特徴は試作機ベースの外形という点なのだ。つまり量産型として有名な AJ37 と比較すると形状が異なる箇所が結構残っているということですね。そうなのだ。主翼の前円形状ベントラルフィン胴体背部の盛り上がり細かいところを言い出すとキリがないので雰囲気を楽しむくらいの気持ちで組む方がいいと思うのだ。確かに古いキットに完全な交渉を求めるのは酷ですしそういう割り切りができると楽しく作れますね。ネットで先人たちのレビューを見ても古い試作機ベースだからその点は受け入れて楽しむという意見が多いのだ。
なるほどね。形の雰囲気はしっかり美厳らしさが出ているので、そこを楽しめるなら十分に価値があるのだ。逆に量産機として仕上げたい場合はどうすればいいでしょう？その場合は前回紹介したエレールのトツモールド版を選ぶか、あるいはスペシャルホビーやタラングスなど比較的近年の金型を使ったキットを選ぶ方が無難なのだ。なるほどね。つまりこの長谷川版は美厳の歴史を味わうキットという立ち位置で楽しむのが良さそうね。そうなのだ。何を求めるかで楽しみ方が変わるからね。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。